おはようございます。今6時45分。実は今日すっから入ってこの山を抜ける旧遍路道があるんですけど、米峠っていうんだっけな、そっち行こうと思ったんだけど、ちょっと朝道早くしたらね、まだ暗いんですよね。なんかね、こんな時間に人が通んない山道なんか歩いたら遭難しちゃうんじゃないかと思うんで、今日残念ですが、普通のお遍路さんがみんな通るそこのトンネル越えて、室戸の方に行こうと思います。改めましておはようございます。センドラです。今日はこの山を越える旧遍路道の米峠、で進もうと思ったんですが、暗くて怖かったので、素直にトンネルで、向こうに抜けることにしました。ついに高知県に突入です。修行の道場土佐は歩き遍路者にとって非常に厳しいエリアになるので、心して歩くようにしましょう。お遍路シールが貼ってありました。前回は55号線をまっすぐ行っちゃったんですが、遍路道はここを右にそれるんだったんですね。今回はこの集落の中を抜けて進んでいくことにします。造船所前っていうバス停です。ここに造船所があるんですね。今も船作ってるんでしょうか。さっき話した旧遍路道の米峠を抜けるとこの辺りに出てくるんだと思うんですよ。本当はあっち歩きたかったんですけど、あんまり歩く人が多くないということで、道の状態も不安だし、あの明るさでもしイノシシなんか出てきたらやばいんでね、残念ですけど、米峠は3巡目に回すことにします。公園の中に休憩所がありました。今朝は相当冷え込んでて寒いので、防寒レベルをマックスにし直します。川の中に大量の小魚がいます。すごいですね。100匹じゃ効かないぐらいいます。 DMV のモードインターチェンジがあるんで有名な観音浦駅が右の方にあるみたいです。 DMV も気になりますよね。3巡目にチャンスがあればぜひ乗ってみようと思います。朝日がとっても綺麗です。今日も天気が良さそうですね。気持ちのいい歩き遍路ができそうです。今回は崎浜にあるロッジ大崎さんに宿泊しようと思ってます。距離にしてだいたい26キロ27キロぐらいでしょうか。順調に歩ければ2時から3時頃に着くと思うんですが、明日が30何キロか歩かないといけないので、体力があれば少しその先に進んでみようと思います。今回の2巡目の歩き遍路は第1回がお盆休み、最高気温34度とかね、あんな時にやってましたけど、今回が第4回になりますが、真冬、最高気温が10度までいけばいいかなというような日です。何もこんな真夏と真冬でね、やらなくてもいいんじゃないかと思うけど、ある意味一番辛い時期を両方ともクリアすると、ここから先ね、これ以上辛いのはないということになると思うので、このむちゃくちゃ寒いこの寒さもちょっと楽しんでいこうと思います。現在気温は0度ぐらいです。むちゃくちゃ寒い分空気が張ってて景色がとっても綺麗です。高知は全体的に遍路案内が少ないんですが、この先の東洋大師さんがこういう案内をところどころに設置してくれてます。生見海岸に到着です。この辺りは宿が何軒もあるので、お遍路さんがよく泊まるエリアになっているようです。室戸岬まで残り35キロです。頑張りましょう。休憩所がありました。これ1巡目の時も休んだところですね。いい場所にあります。今回は休憩せずにこのまま歩いていきます。いや、今日は本当に天気が良くて気持ちのいい歩き遍路ができてます。この寒さでもし雨とか雪なんか降られたらもうとてもじゃないけど続けられそうにないので、お大師様に感謝しなきゃいけませんね。はい、ここの分岐は右に行きます。
この先にはさっきお遍路の案内を立ててくれてた東洋大師があるんですが、そこに寄っていきます。番外霊場東洋大師です。東洋大師のご住職がすごくいい人で、1巡目の時もそうだったんですが、いろんなお話聞かせてもらったり、お菓子のお接待をいただいたりね、とても心の温まる、お寺になってます。それでは大師堂を参拝しましょう。ここには、艶堂があるんですが、今はやってないようですね。この区間は休憩する場所が少ないので、ここでゆっくり休憩してコンディションを整えてからスタートします。参拝が終わったらすぐに55号線に戻るんじゃなくて、1本内側を歩いていきます。東洋大師の看板がきちんとした場所に設置されているので、道に迷うことはないと思います。のねまんじゅうです。結局今回も食べることができませんでした。昨日のサバセ大福といい、のねまんじゅうといいね、全然食べることができません。野根川橋を渡ります。ここの橋は沈下橋なのかはわからないんですけど、欄干が低かったんですよね。ですが老朽化が進んでるのか工事しちゃってるようです。野根橋っていうんでしたっけ、辺の道沿いにあるあの橋、沈下橋ではないのかもしれないけど、いい雰囲気出してたんですけどね、欄干の工事で欄干が最新型というか今風なものに掛け替わっちゃいそうな感じでした。ちょっと寂しいですね。味があったんですけどね、まあしょうがないんでしょうけど。歩きお遍路さんの中ではとても有名な自販機です。この先10キロまで給水ポイントがないので、ここで飲み物を買っておかないと大変なことになります。今まで歩き遍路して他のお遍路さんとあんまり出会ってこなかったんですが、昨日も歩き遍路さんほぼ見かけてないんですけど、今日は朝から大阪から来てるっていう区切りの女性の方と、あとちょっと話せてないんですけど男性の方と、歩いてました。私より今先に行っちゃってるんですけどね。いや歩き遍路してる人いると嬉しいですよね。なんか一人じゃないんだなっていう感じがねして、とってもね、できれば追いつきたい気持ちなんですけど、ちょっとこれ以上スピード上がらないんでね、何かのチャンスあればね、ちょっとお話ししてみようと思います。今自撮りの時に男性と申し上げた方は女性でした。遠目でしか見てなくて歩くのも早かったんですっかり勘違いしちゃいました。大変申し訳ありませんでした。ゴロゴロ海岸の休憩所に到着しました。波が引く時に海岸の石がゴロゴロ転がることからそう名付けられてるんだそうです。わかりましたかね。今日波が穏やかなんであんまりゴロゴロいってなかったけど、これもっと本当はすごい音がします。今日も天気良くてとっても気持ちのいい歩き遍路できてます。ただ天気良すぎて暑いんですよね。気温はね7度とかなんだけど、風もないし日も出てるんで、ちょっとこのダウン着てたらね結構暑くて今若干汗かいてます。次の休憩所があったらそこでちょっと休憩してがてらレイヤリング変えようと思います。歩き遍路は登山と一緒でこまめなレイヤリングの変更をしないと汗冷えにつながっちゃうんでね、注意が必要です。この景色素晴らしいんですよね。本当にね、絶景の中を歩き遍路するなんて大変幸せなことなんですが、ちょっとね、いくら絶景でも単調でちょっと飽きてきましたね。だんだん海を見ても感動しなくなってきました。今日は距離も長いんでね、今することなくて退屈です。考えなきゃいけないこともだんだん考えきっちゃって、もう今まで無で歩いてる感じです。
飽きてきたとか退屈だとか、まだまだ修行が足りないことばっかり言ってます。室戸まであと33キロです。法海上人堂に到着しました。ここで休憩します。この横の沢の水は多分飲めるんだと思うので、さっきご紹介した自動販売機で飲み物買えなかった方はここの水を飲むしかないんでしょうね。前の方を歩いてた、歩き遍路の女性の方お二人にここでやっと合流することができました。お二方は休憩が終わって今から出るところのようなんですが、短い時間ですが、いろいろとお話をさせていただくことができました。ここの休憩所には簡易的なトイレも設置されているので、緊急の場合は使用することができます。室戸岬まで残り26キロです。ここまで順調に来れてるので、このままだと宿に2時頃到着しそうです。さっき休憩した法海上人堂でしたっけ。そこで豊田市でお会いした方とまたお会いしました。それとさっき私の前を歩いてた、男性かと思ったら女性だったんですけど、歩くの早かったんでね、てっきり男性かと思いました。お二方とお会いして、お二方とも女性なんでね、歩くの早いんですよね。私全然追いつかなくて、いや参りました。やっぱみんなお元気でね。今日もお宿が私と同じロッチ尾崎さんだったり、その先の徳松さんだったりするようなので、同じようなところを同じような感じで歩いてるみたいなんですが、で仲間がいると心強いですよね。仲間がいるともう全然見えないんですけど、ずっと先行っちゃってるんでですね、全然追いつく気配ないんですが、私も頑張ろうと思います。やっと室戸市に入ります。室戸市に入るとは言っても室戸岬まではまだまだ距離があるので頑張って歩かなきゃいけません。しばらく歩くと右側に休憩所が出てきます。今日はこの辺が昼飯のタイミングになるので、この休憩所で、朝自分で握ったおにぎりらしきものを食べようと思います。この素晴らしい景色を見ながらランチするっていうのは格別ですけど、この肝心のおにぎりがね、謎の食べ物になっちゃってます。食事もして十分休憩取れたので再び歩き出します。しばらく行くと国道55号線を右に、行く道があるのでそっちに入ります。向こうの方には集落が見えてきました。だんだん人の気配がしてきましたね。番外霊場仏海庵です。1760年に困っている遍路者を救うためにここに仏海が、仏海庵を作ったんだそうです。仏海は24回四国88カ所巡礼を行って70の時に即身成仏になったんだそうです。はい、参拝が終わったので歩き続けます。この近くに自販機があるので飲み物がない方はそこで購入しましょう。室戸岬まで残り21キロです。左側に何かお店が出てきました。ライダーズパラダイスって書いてあります。何屋なんでしょうか。カレーって書いてあるから食事とかできるんでしょうか。もし食事できるんだったらいい場所にありますよね。保津岬島で残り22キロです。やっとまともな数字になってきました。ここの分岐は左に入ります。よく見るとここに矢印書いてあるんですけど、これ見えないですよね。1巡目の時はまっすぐ行っちゃって途中で戻ってきた記憶があります。この先に犬がいたんですけどね、今日はいませんでした。これは漁で使ってる網をメンテナンスしてるようです。崎浜橋を渡ります。この辺りで、今日歩いてる距離が20キロを超えてきて、だんだんと疲れが出てきました。右側に見えるのはトンビの夫婦でしょうか。2人で気持ちよさそうに空を舞ってます。羨ましいですね。崎浜橋を渡ると崎浜の町に入ります。町に入るって言っても、お店がいっぱいあるわけじゃないんですが、それでも食事する場所だとか銀行だとかもありました。これは津波避難タワーですね。海沿いにはあっちこっちに設置されてます。
コンビニ的なものがありました。山田ストアさんです。必要なものがあればここで購入するようにしましょう。いや、こういうお店あるととっても助かりますよね。崎浜港までやってきました。ここまで来ればロッジ尾崎さんまではもう一息です。ただ歩いててもつまらないので堤防の上の方を歩いてたんですが、周りからガン見されてちょっと恥ずかしかったです。右側に見えるお好み焼き屋さんは、前旅チャンネルの高山さんが寄ったお店ですね。前回は見つけられなかったんですが、今回は発見することができました。まだ2時ぐらいなんですが、だいぶ疲れてきました。いやー、くたびれたなーなんて思ってたら、ロッジ尾崎さんがやっと出てきました。到着です。一回、尾崎さんの中に入って休ませてもらいます。時間がまだ早いので、荷物を置かせてもらってちょっと休憩したら再び歩き出します。ただいま2時12分です。どこまで行けるかわからないけど、行けるところまで歩いてみましょう。右側には民宿徳増さんが出てきました。徳増さん、宿の横に何か建てましたね。別館でしょうか。気になります。向こうの方には夫婦岩が見えてきました。とりあえずまずはあそこまで歩いてみましょう。はい、夫婦岩に到着です。夫婦岩は日本全国にあちこちにありますけど、ここの夫婦岩はかなり大きいんですよね。しかもすぐそばまで、行くことができるので、迫力満点です。室戸岬まで残り12キロです。だいぶ近づいてきました。ロッジ尾崎さんに2時頃着いて、荷物を預けて今再び歩いてるんですが、ちょっとねお迎え頼んだんだけど今日は難しいということでバスで戻ることになりました。バス停がすぐ尾崎さんのすぐ近くにあるんで、それは非常に交通の便がいいんですが、バスが次5時ぐらいなんですよ。5時っていうと3時間後なんですよね。もともとロッジ尾崎さんに着いた時すでに27キロぐらいでしたんで、そこから3時間歩くとなると、計算上40キロ近くまで行くことになります。まあさすがに私そんなに歩けないとは思うんですが、ザックもないしね、警戒は警戒なのでどこまで歩けるか。確か過去最高が36だか7だったので、それぐらいまではちょっとね行ってみたいなと思います。室戸ジオパークセンターまで残り 4.2 キロです。ジオパークセンターまではなんとか歩きたいですね。室戸廃校水族館です。1巡目の時に寄ったんですけど、思ったよりも見応えがあって素晴らしい水族館でした。今回はちょっと寄らないでこのまま進もうと思います。バス停が10分おきぐらいに出てくるので、バスの時間と自分の位置とのバランスを見比べながら歩いていきます。ジオパークセンターに到着しました。ここには入り口に、遍路小屋第56号室戸ジオパークセンターが併設されているので、ここで休憩させてもらうことにします。歩きお遍路さんはだいたいみんなここで休憩しますよね。素晴らしい景色の休憩所です。今ジオパークセンターに着きました。そこの遍路小屋で休憩してます。今だいたい36キロぐらい。ここね景色すごいんですよ。こんな感じ。あと20分か30分歩いて今日終わりかな。疲れましたね。けど後半ザックがないんでね、楽に歩けて本当に助かってます。あとちょっと頑張りましょう。足が痛くてもう歩きたくないっていう気持ちと、今ザックがないからこのタイミングで歩いとくと明日楽だっていう気持ちでね、もうどうしていいかわからないまま歩いてます。室戸岬まで残り6キロです。今日たっぷり歩いとけば明日少し楽になるので無理して歩こうと思います。結局バスのタイミング的にここの三津第一っていうバス停で、終わりにしようと思います。結局37キロ歩きました。
1巡目の時に伊予三島の辺りで1日37キロ歩いたっていうのが最高記録だったので、今回惜しくも新記録にはならなかったんですが、でも随分歩きました。はい、バスが来ました。このバスに乗ってまずさっきのジオパークセンターまで行って、そこでバスを乗り換えてロッジ大崎さんまで戻ります。予定では明日と明後日の歩行距離をちょっと長めに設定してたので、今日プラス10キロ歩けて、これから先少し楽できそうな感じです。ロッジ大崎さんまで戻ってきました。残念ですが館内の、撮影は NG とのことだったので、今回撮影はできてないんですが、ここは特にお風呂が、いい意味ですごくて、泊まったらねみんなびっくりすると思います。素晴らしいお風呂でした。それから食事もうまくてね、本当に豪勢で、しかも特割キャンペーンやってて宿代も安くなってたし、おもてなしクーポン3000円もいただきました。これは嬉しい誤算です。おはようございます。まだ日の出前ですが食事をいただいて、出発しようと思います。朝飯もうまかったですね。ごちそうさまでした。昨日バスに乗った三津第一のバス停まで送っていただいて、そこからスタートです。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。次回は穂積岬寺、新勝寺、金剛長寺と参拝しようと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。